冒険の書とは、古代より人類を研究する記憶の妖精カルペとディエムにより、人々の勇敢でファンタスティックな冒険を記録した書物である。そこに記されるのは、カルペとディエムが冒険と認めた物語だけであり、そこに記録されることは冒険者にとっては最高の栄誉なのである。この番組は冒険者坂本美香がこれまで経験してきた数々の冒険を冒険の書に刻むため、カルペとディエムに物語を伝えるものである。いや、それにしてもあれだね。はい。前回のミカ。ミカね。あの子は大したもんだね。冒険家でしたね。ああ、久々にあんな冒険聞いたね。ワクワクしたね。本当。ただね、北京原人の骨についての情報はこちらまでいつでも募集してますんでね。そうですね。欲しいね。上がってるね、映像にコメント欄でね、いろいろと書いてくれたら嬉しいですね。見解で、やっぱこれ謎ですから答えなんかないですからね。そうやね。みんなのこの想像というかね、こうなんじゃないかっていうのをいろいろ聞きたいかなって。それが僕たちのね、糧になる。なんか急に今声が。ミカだ。こんにちは。あ、おお、ミカ。よく来た。ミカだ。やった、またミカが来てくれましたよ。やったやったやった。待ってたミカ。冒険をくれ。冒険ちょうだい。今日も冒険話をしに来ましたよ。やったー。やった。聞こう。今日はね、南米のブラジル。おお、また全然違う。中国からね、ブラジルに。それもあれですか。まあもちろんミステリーハンターで行った。ミステリーハンターで。ですかね。やらせてもらいました。うわー、楽しみです。いろんなテーマがあったんだけど、一つは。トーカダ・ボアビスタっていう南半球で最長の洞窟に入ってトーカダ・ボアビスタっていうところの洞窟に入って猿の化石を見つけに行くっていうのが一つ。また骨系だな。確かに。そうなんだよ。骨、化石骨かな。またそう、骨系なんだよ。なるほど、はいはいはい。でね、なんか2000年の1月にその生き物の骨が見つかったのよ。その骨がある場所っていうのが、そのサバンナ地帯の下にあるトーカダ・ボアビスタっていう。そこで見つかった。すんごい長い距離の洞窟なの。初めに見つけた人は何をもってそこに行ったんですかね。そうね。で、その洞窟探検をしてた人たちが一緒に行ってくれたんだけどね。グルーポバンブイっていうチーム名で。一人はお医者様で、もう一人は建築技師、もう一人が日系2世でもいらっしゃる人だったの。3人の男の子と一緒に行ったんだけど、すごいドラマチックっていうか、すごい本当に冒険、ゲームみたい。本当に冒険だったのよ。冒険だ、それは。そのトーカダ・ボアビスタっていうのは 600×4000 メートルの面積に直線にして87キロの距離。600×4000 メートルの面積のところに直線にすると87キロになるんだけど、直線にするとね、87キロなんだけど、もうアリの巣みたいにもうぐる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 ってなってるんだ。ってなってる洞窟なのよ。それを直線にすると87キロっていう洞窟。はあ、まあそうだから入り口入ったらもう相当長いんだ。てか87キロも歩けないな。でもね、歩いたんだよ、ミカは。ミカまたここであれだな、気合話だな。また過酷。またしても過酷。またしても過酷。これはもうミカも大したもんだし、また撮影班の人たちもまたすげえ。めちゃめちゃ本当だよね。めちゃめちゃスタッフ思い。この頭につけてるヘルメットなんだけど、はい、これなんかライトを照らしてるから、これ洞窟が暗いから。そうそう、電気じゃないの。タンブラーに石をこう詰めて、水を入れてそこにでガスでつく明かり。そんな方法があるの？全然わからんぞ。だから
見てもわかんないと思うけど、なんだっけカルペ見てこれがそうなんだったよ。ただのライトにしか見えんな。電気じゃないんだ。タンブラーだってなんか石の名前があるんだよね。そそれをそのタンブラーみたいな容器に入れて、水をそこに入れて、でガスでバンってやるとブワッて火がここにバンってやるとボーンって爆発させんの？で明かりがボンってやってつくのを私でつけたんだけど、普通の電気だとちょっと明かりが弱いんだって。これがものすごいんだ。そうそう、ガスが一番明るく洞窟の隅々まで見える。ここに行く前にサンパウロにまず着いたのよ。ここね。ブラジルのねサンパウロで、サンパウロのちょっと上にサルバドルっていう古都があって、京都みたいな感じなのかな。そのサルバドールっていうところから、200キロぐらい北西にそのサバンナ地帯の下に洞窟が広がってるわけ。車で200キロぐらい移動してその洞窟のところに行くんだけど、その前にこのグルーポバンブイがベースキャンプにしてる場所があって、そこで私たちは寝泊まりしました。なるほど。まずそこに行ったんだ。でもちゃんとした宿じゃないから、本当にこういう部屋でこういう感じでハンモックを設置して、南米って昼は暑くても夜になると寒いの結構。難しい地域だな。砂漠っぽいのかな。そう、なんかだからこんな風に。だから昼間は昼間はもう半袖みたいな感じだけど、夜はもう寒くてもうしっかりな防寒してな。私寝袋で。寝袋ですね。でこのベースキャンプからさらに車で2時間移動して洞窟の入り口まで行くの。もう遠い。とにかく遠い。もう道なき道を行って、またしても過酷。しかもそれは道なき道っていうぐらいの、もう結構ガタガタの道どころじゃないんだよな。ガタガタ道を車で行って、ここ車で行くのみたいなところ、そういうところって収録してないですよね。してるんだ。多分。そうなんだ。でもギュッとね、何秒とかね、その移動のすごい道です。終わり。このベースキャンプ朝6時に出発しました。早いね。2時間だから8時ぐらいに着くでしょ、入り口に。着いた。その入り口からすごかった。どんな感じでした？もうね、洞窟の巨大なの、入り口が。どれくらい？って。そうなんだ。ブワーンって、どれぐらい？ブワーンって、大きそうなのは伝わってくるな。ちょっと遠くからなんだけど、なんか隣人がちっちゃいみたいな感じの。この点が人めっちゃ大きいね。確かに。ミカは写真撮るの好きなんですよね。でもこの時はまだそこまでって方。余裕ないしね。この上に蜂の巣が、巨大な蜂の巣があるの分かる？これ。やだ。蜂の巣。いや、過酷。こんななん大きいてことだ。その蜂は襲ってこないのか？いや、ブンブン飛んでて、で私リポートしてたんだけど、静かにって言われて。声出したら来るってこと？声出さないでって。そうめっちゃきついでリポートしてんのに。恐ろしい。じゃあ行くよみたいな。本番の5秒前。恐ろしい。で蜂はいる。タランチュラはいるし、カエルもいるし、入り口からすごかった。もう本当になんだろう、ゲームの世界というか、モンスターが襲ってくるみたいな感じだ。毒消しそう持っていかなきゃみたいな。すごいな。多分カエルとかも毒持ってるよとかなんだろうな。グループ攻撃してくる。ちょっとすごいカエルだったよ。やだ。でここが入り口なんだけど、この先がここ通るのっていうぐらい狭くなるの。こんな広かったのに入り口がもうね50センチぐらいのところを急にほふ前進していくみたいな。兵所恐怖症の人にはたまらんやつだな。そんな道もあって、だからそういう道もあるし、もういろんな道がある中でそういうのもあって、で突如としてわーって開けてきて、鍾乳石でできてる空間とか、鍾乳洞みたいな洞窟みたいになったりだとか、そういう場所なのよ。でここに朝8時に入ったでしょ、8時に入って、でゴールの猿の化石が見つかったっていうお部屋に着いたのが午後2時過ぎてた。
じゃあ結構2時まで8時から2時までずっとそういう洞窟を進んでいってたってことですか？進んでいって、それは過酷だなまた。でもほふ前進しながら、埃がものすごい舞うのね。歩いてても埃が舞うんだけど、うわきつい。その埃の正体は、コウモリの糞が化石になったの。うわーうわーでコウモリも飛んでるのよ。うわーバタ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 。うわーうわーうわー大冒険だ。私鼻の穴とかも真っ黒になってて、だってそれはコウモリの糞の化石でってことだろ？結構マスクとかしてないですよね。ヘルメットだけして。これが入る前。これが出てきこれ洞窟の中。なんかすごい T シャツ真っ白なのよく着てたなっていう。なんで白いの着てて、まあまあでも白いの汚れが目立つから。これがすごいな。テレビとしては映えるかもしれない。これはあれだろ？洞窟の中はずっと真っ暗なわけだろ？そうだな。洞窟はだから真っ暗だからそのガスの明かりじゃないと遠くまで見渡せないよってことだったんじゃないかな。そうな、それはすごいわ。うわでも虫とかうじゃうじゃいるんだろうな。往復の時間ずっと光がなくなって、もし途中で光がなくなったら真っ暗の中を6時間もほふ前進だ。それ確かに明かりなんかで壊れて消えたらもうおしまいですよね。恐ろしいぞ。帰れないよね。でも本当にその心配はあったよ。ありますよね。そりゃそうだ。ペドロがね、ペドログループバンブイのそうおしゃべりしてくれるんだけど、はいおしゃべりしすぎて道に迷ったの。帰りこの道何だった？知らない道だみたいな。こんなくねくねしてるからほら間違えちゃうともう道もやっぱ当たり前ですけど一本道じゃないんだ。じゃないからこっちなのかこっちなのかみたいに迷った時があって。そらだってそらそうだよな。そうそれでね本当に焦ったのみんな。やばいみたいな。でこのガスももう持たないんじゃないかみたいな。ガスがね何パーとか出ないからね。何やってくれてんだペドロあと 30% ですとか出ないから。それで撮影しながら行くから時間もかかるじゃない。結局洞窟出た時はもう真っ暗で外が怖っ。すっごい星は綺麗だった。めちゃくちゃいい話。急にファンタスティックだった。すごいいい話になった。水もめちゃくちゃ美味しかった。水も美味しくてね。だって中ではねもちろん飲んだり食べたりできないでしょうからね。この中ってねすっごい暑いんだよ。だってそれ水分なかったら無理だろ。もうね私汗だくでドロドロだったよ。顔とかメイクなんかしてらんなかったし。それはだから洞窟内では水分補給とかをやってたんですか？もちろん水分補給はなんか多分ペットボトルかなんか持ってってたんだけど、それでも追いつかないぐらいずっと汗が吹き出てて。トイレとか行きたくなったらどうしたらいいの？どうしてたかな。トイレ班いなかったらたまたま。ほふ前進途中でトイレに行きたくなった場合困るな。行ってないよね。だってトイレ行きたいってなったら。でもその分汗でもう出てんじゃないか。出てると思う。まあ出てるでしょうけど。この間の中国の時は初めてのミステリーハンター初めての時からもう時は畑の中とか岩陰とかでトイレっていう状態だった。たくましいなミカはな。そういうとこ行ったらトイレあるわけないもんね。そりゃそうだな。最初はそれだったからよかったよね。最初からもうベースがさ自分の中のその基準がこんな感じ、これぐらいな感じっていうのがね見えてきたから。トイレベースだ。トイレベースがね。この中旅ベースというか。なるほど、たくましい。ここに入ってそのモンキーズルームっていうんだけど、猿の化石が見つかりましたという場所が結構まんまの名前ですね。後付けですかねこれ。後付けだと思うんだけど、そこに着いたんだけど、猿の骨一個もないの。そこに。これまた GHQ？ それはどういうことだ？またこれ GHQ ですか？それどういうことって思うでしょ？なんかもう博物館にありますって。ちょっと待ってよ。嘘でしょ？いや本当に。要するに取り尽くされて全部を博物館に運んだわけだな。そう。モンキーズルームに結構バラバラバラっと化石があったみたいな。あったの。でこれは世紀の大発見だってなって、
ブラ汁中が湧いて、でミステリーハンターも行こうって言ったらあるってもちろん言われてるから言ってんのに、なかったってこと。なかったの。一個もなかったの。それ絶対グループバンブイ知ってるでしょ。知ってるよね。絶対知ってるでしょ。なんかでもスタッフの人もペドロも言いたくてしょうがなかった途中で実はないんだよなないんだよなかわいそうに。何だったんだろうね。何なのか分かんない。スタッフの人もみたいになってて。怖いよね。それスタッフの人も知らなかったってこと。だからやらせじゃないと思うんだけど。だからやらせじゃないっていうかだからスタッフも知らなくて、だからペドロとかグループバンブイもないよみたいな。そう普通に言われて。ここにあったんだよ。最後終わりみたいな。何しに来たんだみたいな。それ番組を見てみたいな。どんな風になってたんだろう。すごいよ。それってどんな風になったんですか。すごい。もうだって私ちょっと切れてたもん顔が。はみたいな。ここまでやって化粧も落ちて汗だくで。それなんかそのモンキーズルームでしたっけ。モンキーズルーム。モンキーズルームでラストクエスチョンもやったんですか。やってないんだ。じゃあもう本当に何しに行ったんだろう。何のクエスチョン出したかなこの時。確かに、ね、見てみたいな。見てみたいね。なんかこの話聞いてから見てみたいね。なんかじゃあモンキーズルーム行きましたない、博物館も行っちゃったんだよってなった後に博物館に行ったんですか。そうその後博物館に行ったの。そうでベロ殴り込みですよね。オリゾンテっていう博物館に行ってオリゾンテ、その博士に会うのね、それで見せてもらったのが、これがその猿の化石なの。あこれそれこれなるほど。そういうことか。これがゴロゴロしてれば確かに絵になるな。これがだからもうなんか何十個も何百個もゴロゴロ。でもねすごい量だったんだって。あったってことなんだね。というのもその洞窟って約78万年前にできたカルスト洞窟っていうので、雨水とか地下水に浸食されて、どんどん空洞化してって、でこう空間ができるじゃない。地中に溜まってたその昔の骨がバラ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 空洞になって落ちてくるんだって。その地中にあったものも出てきて上にあったものもこう浸食されるから落ちてきたんじゃない。で溜まってたんだって。ということはその洞窟で猿が死んだわけではなくて骨だけがそこに溜まってったって解釈でいいのかな。そう。なるほど。だからこの洞窟は人類のその起源を知るタイムカプセルだって言われてて。なるほど。手をつけられずに残ってる。78万年前でしょこれ。だからそれぐらい昔の化石なんじゃないかっていうので歴史的発見になったみたい。なんか恐竜たちが滅んだ後の地球そうぐらいの骨。すごいな。なんかもう鍾乳石でできたこうお皿がいっぱい飛んでるみたいな景色になっちゃう。もうなんか想像でするな。全然わかんない。そんな部屋がある。鍾乳石がこれは人なんだけど、こうやって石がほら削られてお皿みたいにこうやってふわふわって浮いてるみたいに見えるお部屋が突然出てきたりして。大冒険だ。その上を歩かなきゃいけないの。この上はね歩いちゃダメ。歩いてないんだけどちょっと絵が下手で歩いてるように見えちゃう。その下を歩いてる。その空洞のところを歩いてるってこと？そう。どうした？それは歩いてんだと思って大冒険って言ってしまった。ちなみに何人ぐらいのそのチームの人も入れて全体で何人ぐらいで行ったんだ？10人ぐらい。その人たちが匍匐前進を縦に並んでしていくのか。カメラマン、音声さん、私、アシスタントディレクターさんでグループバンドが3人。8人。8人でしょ。8人9人ぐらい。通訳さんが通訳さんもいたよね。でも私最後、なんか私が直接、英語でやり取りしてた。もう骨ないんですかとか。
通訳さんがそこにたどり着いてなかったかあ、通訳さんがちょっと遅れてた。途中で何か食べられたのか。なんでそんなかな、ギブアップとかあったのかな。そうなんかね戻ってますみたいな。そうそこに入る時がもうその50センチぐらいのとこほふ前進してたどり着いたとこで、通れなかったのかな。なんかちょっとずつ減ってったのかな。随分ガタイがでかかったのか。かもしれない。そうかもしれない。お腹がつかかっちゃったんだな。それはあり得る。あ、大きい人だった。私だから通れたのかもしれない。そうそうそう。しかし怖いな、洞窟は。怖いよね。怖い。こんなとこによくさ入るよね。めっちゃ怖い。だってそれこそヘビじゃないけどさ、もう何がいてもおかしくない。あとその落石とかあったらね、帰ってこれないんだ。落石もあるしね。あとコウモリの糞が化石になったのがもう一面だから。そうなんか病気とかになりそう。ね。あ、だからね、私ガスマスクしてたんだよこの時。するよね。で口だって何の病だろう。その写真もあるはずなんだ。防御がない。これはもう防塵のメガネがあってしましょうってことで、ちょっとこれは出発前のご飯食べてる感じなんだけどね。こういうのとか、あと本当にガスマスクしてたもん。そうですよね。そうだよ。ガスマスク。いや結構口とか鼻が防御しないと。酸素マスク？酸素マスク。なんていうのこういう。いろいろあるぞ。いろいろあるよね。酸素が出てたのかそこから。出てない。じゃあまあまあ防塵マスク。防塵マスクだ。でもそういうの必要ですよね。それをさここに息できないもん。火がついてるのにさ、それをこうやってつけようとしたりとかしちゃって、もうなんか酸欠状態なんだ。酸欠なんです。その状態で過酷なところ歩いていくっていう。それはすごいな。でしかもないんでしょその骨が。めちゃくちゃやだ。それはミカも怒るわ。さすがに。ちょっと切れてたね。すごいなそれはな。絶対大人って怖いなって思っただろ。しかしそれをね探求するためにあんな山奥であったり洞窟の奥であったりとか、そういったところまで行ってそれで研究者の話聞くだけじゃなくて行くっていうところがすごいんだな。そうね。これだって旅行では無理だもんこんな企画。もうこんなプラン。そりゃそうだな。立てないもんこんなの。本当だよね。絶対に無理。こういう仕事をしてないとこんな経験するのは。さっきのチーム彼らと会うのだってできないもんな。グループバンブイ。本当ですよ。ね、自分で会おうと思ったって。いや会えないし。会えない。会ったとってね、じゃあ一緒に洞窟行こうまでならないやろうし。博士の話なんて聞けないからな。聞けないしね。そういう人たちがいるってこともわからないしね。わかんない。でミカのブラジルはそこの洞窟とかで。あとアマゾン川。これそうこれアマゾン川なんだけど。これ同じアルバムにアマゾン川が。